他人の失敗を喜ぶ感情というのを説明する前にですね、ちょっと面白い実験の話をしたいと思います。ジョージア州エモリー大学でですね、行われたですね、ノーフェア不公平実験っていうのの話です。このエモリー大学はですね、霊長類のですね、研究で有名でですね、オマキザルっていうですね、猿の仲間で、人間にすごく近いですね、社会性というかグループを作っている生物なんですね。で、これのですね、実験自体がすごく壮大です。で、どんなのかというとですね、猿にですね、貨幣を与えたんですね、猿の社会に。はい。これ銀色の板、人間が手の上に乗っている銀色の板がアルミニウムでできたですね、トークンと呼ばれるですね、貨幣です。真ん中に穴が開いています。で、このアルミでできたトークンで、オナガザルが来た時にいろんな果物と交換してあげたんですね。そうすると、オナガザルはあっという間にその貨幣という概念を理解してですね、最初トークン一切れで1枚でリンゴ一切れ、というふうな感じで、ブドウ一粒というふうな交換率でやってたんですけども、時間を決めてバーゲンセールというのをやったんですね。つまりトークン1枚でリンゴが2切れもらえるというふうなことを始めたら、あっという間にですね、オナガザルはそのリンゴを配るところに列をなしてですね、群れをなしてリンゴばっかり欲しがると。で、トークンの交換率が違うことによって損得感情というのが分かってくると。というふうな形で、だんだんレベルを上げていきました。で、猿はですね、貨幣の意味を理解してですね、ついにビジネスまで始めました。研究者がですね、驚いたことに、オスの猿がですね、メスの猿に交尾しようとして近づくと、メスの猿はそれを拒否して、オスの猿が持っているトークンを見たんですね。そうすると、オスの猿はメス猿にトークンを渡して、セックスさせてもらうっていうですね、やはり人類最古のビジネスは売春であったというのをですね、すごいですね、実験したんですよ。で、受け取ると、メス猿はそのトークンを受け取ると、すぐにブドウを購入し、そのブドウの列に並んだそうなんですけども、で、あとですね、そのキュウリも出してたんですよ。で、そのスライスしたキュウリのがですね、ちょっとアルミっぽい色に光って見えるのですね、一生懸命噛んで真ん中に穴を開けて偽造貨幣を作ろうとする猿も現れたということですね。偽金作りまで始まってしまったというですね。このオナガザルの実験によってこれまで、これは人類特有だと思われたような行為っていうのは、そのオナガザルの社会でもあっという間に入る。ただし、これをやってしまうとオナガザルの社会はすごい勢いで崩壊したそうです。つまり野生のオナガザルの社会性というふうなものが、この貨幣という概念が一つ入ったことで崩れていって、で、オスとメスとが、お互いに、交尾相手を見つけるのもうまくいかなくなって、社会性というのが崩壊していったというですね。なかなか面白いことが言われてます。で、今回話すのはですね、その中でのノーフェア不公平実験というやつです。これはですね、このオマキザルですね。尾がくるっと巻いてる猿だからオマキザルのですね、これをですね、2匹で1組のペアに組ませるんですね。で、2匹で1組のペアにやって、この2匹で1組のペアの1匹ずつに違う条件を与えると。例えば、両方にですね、キュウリを与えると。トークン1枚を持ってくると、そのためにキュウリを与えると。そうすると、オマキザルは喜んでキュウリを食べる。キュウリも、好物というわけではないですけど、おやつとして美味しいからキュウリパクパクって食べるんですよ。でももっと好きなのがあって、一番好きなのはブドウなんですね。で、またトークン持ってきたときに、この2匹のワンカップルのですね、オマキザルにブドウを一粒ずつあげる。喜んで食べる。さあ、ここからが実験です。では、一方にだけブドウを与えて、もう一方にキュウリを与えるとどうなるのか。オマキザルはですね、ブドウをもらった方は喜んで食べるんですけども、キュウリをもらったオマキザルはですね、すごく不思議そうな顔をするんですね。で、もう一回その人間の方にですね、手を出して、俺にもブドウをくれっていうふうに言うんですよ。で、もらえないと。そうすると、どんどんストレスが溜まってきてですね、何か不思議な行動を始めるんですね。で、それを何回も続けるんですよ。一日に何回か、オマキザルにはトークンが与えられる。そのトークンですね、貨幣を持って交換に行くと、自分とペアのやつはいつもブドウがもらえて、自分はいつもキュウリしかもらえない。ついにストレスが溜まったですね、オマキザルはですね、キュウリの受け取りを拒否するんですね。不思議なんですよ。両方ともキュウリもらった時は喜んでキュウリ食べてる。だからキュウリが嫌いなわけじゃないんですよ。
そうじゃなくて自分だけがキュウリがもらえないということですね。怒って人間の顔にですね、キュウリを叩きつけたんですね。そうやってもう、キュウリなんかいらねえよとか、俺公平に扱ってくれないんだったらこんなキュウリなんかいらないよっていうふうにすごい人間っぽいことを始めてしまう。これによって、霊長類、猿にも公平という概念、次に公平が破られた時の怒りみたいなものがあるっていうのが分かった。これがですね、ノーフェア実験です。シャーデンフロイデの概念を説明する前の、すごく大きい実験ですね。で、まるで人間みたいなんですけども、猿と人とはやはり違うんですね。何が違うのかっていうと、二つ違います。一つ、猿は目の前の結果だけで起こるんですよ。で、二つ目、猿は、自分がですね、損をしたことに起こるんですけども、得をしたものが罰せられても別に起こらない。これが違うんですね。一つずつ説明します。一つ目のですね、猿は目の前の結果で起こる。これ不公平実験で分かったんですけども、僕らですね、人間っていうのはですね、このおまき猿の実験は目の前の相手がブドウをもらって自分がキュウリもらったから起こったんですけども、これが何十匹という猿の中で、あるものはブドウをもらって、あるものはキュウリをもらってだったら、ここまで極端な反応は出なかったんですね。それはどういうことかっていうと、みんなっていう概念がないんです。おまき猿には。みんなという概念がなくて、目の前の結果だけ、だからペアを組まされたんですね。比較がはっきりわかるようにですね。で、なんでかっていうと、これサピエンス全史のところで話すつもりだったんですけども、ホモサピエンスの進化っていうのはいつ頃にあったのかっていうと、その人猿種ですね、人間の元になったというか、いろんなですね、人類がいたわけなんですけど、そいつらはですね、100万年以上前に生まれたんですけども、そいつらがホモサピエンス種として固定して、言語を持って僕らみたいなものになったのって、割と新しくて、大体10万年いかないぐらい、7万年から8万年ぐらい前の昔というふうに言われて、それの結果は何かっていうと、抽象概念の共有というのを始めた。例えば、国家であったり、俺たちっていう言い方でもそうですし、うちの学校でも何でもいいですし、日本人でもいいです。そういうですね、抽象概念の共有というのを始めたのが、ほんの7万年前で、こっからものすごい勢いで他の生物を駆逐し出したんですね。つまりこれがホモサピエンスの誕生きっかけというふうに言っていいと。僕らが思っているより歴史はですね、思い切り浅いんですよ。で、民族とか神様というようなですね、そのものを作ることによってですね、会ったことのないような群れでも自分たちだというふうに同一できる。どういうことかっていうと、例えばネアンデルタール人とかですね、そういうですね、他の人類っていうのは、一つの群れの人数の上限が100匹とか150匹、100人とか150人ぐらいなんですね。それ以上の数になってくると、我々っていうふうに共有できないと。ところが、ホモサピエンスに限ってはもっと大きい人数、200人、300人、400人というですね、いわゆる覚えきれない顔の数の人数でもですね、我々というふうに考えることができると。なので、例えば、遠く離れた群れ同士でも物を交換できたりですね、国家というすごいでかい集団を作ったりですね、100人以上を使った狩りとかができるんですね。なので、他の生物に対してですね、すごい有利な位置に立てたというふうに言えるですね。チームのために死ねるとかですね、民主主義のために死ねる、正義のために死ねると、こういう活動ができるようになった。これがホモサピエンスの強さなんですね。で、その代償として、いいことがあれば悪いことがあるんですけども、悪いことももちろんあって、それの代わりにですね、みんなっていう概念が分かってしまったら、じゃあみんなと比べてっていうのが分かっちゃったんです。さっきのオマキザルの実験は、目の前のやつはブドウもらってるのに俺はキュウリっていう風にしか悩まないんですね。メスの取り合いしてる時に目の前の猿に負けて、俺はこのメス猿から振られた。これは分かるんですけども、みんなそこそこ彼女猿いるのに、俺この年になっても彼女猿いないなんてっていう、こんな悩みをオマキザルは持たないんですね。みんなっていう抽象概念がないからなんですよ。男っていう抽象概念もないから。なので、こういうですね、しんどさみたいなのを持たないんですね。なので、平均というのを考えてしまうようになって人類は。で、同時にですね、平均より上でないと、辛い感じがしちゃうと。
だから、これはなんかほとんどの個体が苦しむことになるんですね。人類は、そのみんなという概念があって、で、俺たちとかグループとか仲間っていうのが分かったんですけども、それのおかげで自分は仲間の中でどの辺にいるのかっていうふうなことで、平均以上じゃなきゃ苦しいから、大半の人は苦しむことになってしまった。こういう代償を受け取ってしまった。これが一つ目の猿と人との差です。で、二つ目ですね。猿は、おまき猿はですね、得をしたもの、ずるいものって言ってもいいです。がですね、罰せられても別に喜ばない。シャーデンフロイドがわからないわけですね。あくまで自分が損をしたことだけに起こるんですよ。で、この得をしたもの、なんかそれが不当に、なんか不公平に得をした感じがするというものに対して、そいつが罰を受けたら喜ぶ。これが今回のテーマ、シャーデンフロイデです。20分でですね、まだこれ第1部しか言ってないですね、7部のうちの。急がなきゃやばいな。ではですね、僕らはなんで平均っていうものを考えてしまって自分がですね、平均以上だというふうに見積もってしまうのかという話ですね。レイクオレゴン効果というの話をします。レイクオレゴン効果っていうのはですね、ラジオ番組の司会者の、アメリカのラジオ番組の司会者のですね、ガリソン・ケイラーという人がいるんですけど、その人が書いた小説というかですね、まあ、ラジオのトークなんですよ。もうレイクオレゴンの人々っていうんですけど、レイクオレゴンっていうのはアメリカのどこかにある架空の街で、ちょっとしたミスで地図に載ってないという設定なんですね。で、そこで今朝こんなことがありましたっていう話をですね、そのガリソン・ケイラーが、まあ、毎回オープニングトークとするんですよ。で、そのレイクオレゴンに住んでる人たちっていうのは、なんかみんな優しくていい人で、で、地域がちょっと、まあ、固まりすぎてるから若い人は逃げ出したがるんだけど、後で絶対に思い出して帰りたいなと思ってしまうという、そういうなんか、いい田舎の街みたいな典型っていうふうに語られます。で、これを聞いた人はみんな、俺の街のことだって思うらしいんですね。この、なんだろうな、いい人ばっかりでこんなことがあったって言ったら、うわ、まるで俺の街みたいだっていうふうに思う。つまり、こう自分たちっていうのをですね、平均以上によく見積もってしまうものを、ここからレイクオレゴン効果というふうに呼ばれるようになったんですけども、まあ、これにちなんでですね、なんか、自分は特徴的で個性的で特別な存在で、その他大勢の人みたいに同調圧力に負けて同意したり、流されたりしないっていうふうに考えて、自分の考えで自分を決めてるんだっていうふうに思うことをですね、まあそういうことをですね、レイクオレゴン効果というようになりました。ですね。平均以上効果っていうふうにも言われてます。平均以上効果でググると出てくるよ。で、これをですね、証明するのにですね、マーク・アリックっていう人がですね、面白い実験をしました。これね、マーク・アリックの実験は、こっちの本に出てたんですけどもですね、なんかどの大学でやったのかっていうのが、ね、あんまりデータが出てなかったんで、まあ一応結果だけ伝えます。これなんですけども、これ何かっていうと、1から7までの数字で学生に選ばせるんですけども、100人ぐらい学生呼んでですね、あなたはユーモアのセンスがどれぐらいありますかっていうふうに聞くんですよ。で、そうすると、これ見たらわかる通りです。みんなかなり高く見積もるんですね。で、次に、あなたは数学の能力がどれぐらいありますか？これを1から7。1がですね、普通の学生よりかなり悪いですね。で、7が普通の学生よりかなり良いっていうふうに選ばせると。そうすると、すごいなんだろうな、当たり前の値が出てくると。つまり、数学の能力のような客観的に測れるようなものっていうのは、みんなそこそこ正しく評価するんですよ。いわゆるベルカーブ、正弦曲線に近くなるんですけども、ところがユーモアのセンスみたいなですね、もう本人が言ったもの勝ちのですね、なんだろうな、自己評価しかないものでは、例外なくみんなですね、高めに答えてしまうわけですね。でこれをですね、平均以上効果の、実験というふうに言われていますですね。これこっからわかるのはどういうことかっていうと、人間っていうのはどうしても、なんだろうな、自分を高く評価してしまうということなんですね。ところが、高く評価してしまうんですけど、それは数学の能力みたいに客観的な数値に当てはめてしまった場合、必ず、違うという結果が出てしまうと。その結果、人間の心にはねじれっていうのが発生するんですね。無意識に高く評価するから、ごく当たり前のことにちょっとイラッとしたり、だからちょっと運が悪かったりしたらすごい心の中が傷ついてしまうと。で、この
避けられないのにですね、なんかこう認めようとしないですね。自分は平均の中で上の場合もあるし、下の場合もあるんですけども、その平均の中で上の場合であって、下の場合もあるっていうふうなことを、なんかこう、認めようとしないとねじれ、認知のねじれっていうのが発生してしまうわけですね。認知のねじれっていうのはどういうことかっていうと、これもまたザ・シンプソンズのですね、シーズン2の第6話、シンプソンズ一家対フランダース一家っていうですね、エピソードなんですけども、ホーマー・シンプソンズはですね、もう8年も隣に住んでたのにですね、フランダースがですね、なんとなく気に食わないんですね。でもなんか、地下室に来るかビール冷えてるよというふうに言われて行くとですね、ものすごい地下室に案内されるんですね。で、そこでですね、冷えた、わざわざオランダから取り寄せたビールをですね、飲まされて、で、ごく普通の会話してるだけなのに、なんか喧嘩売られたような気分になって、ホーマー・シンプソンズは帰っちゃうんですよ。で、帰って寝てる時にですね、夜、マージって奥さんとですね、こう寝てる時に、今日は本当にフランダースに腹立った。なんかひどいこと言われたのって聞いたら、ホーマー・シンプソンは考えて、いや、言われてないって。じゃあなんかひどいことされたのって言ったらしばらく考えて、いや、されてないって。じゃあなんか、私たちを侮辱されたのって、いや、そんなことはないってでもなんか、あいつの言いたいことが腹立つんだよっていうなんかその、ホーマーにはですね、なんだろうな、自分が何に起こったのかっていうのが認められない、いわゆる盲点みたいになってるんですね。それはもう見てる人は明らかなんですよ。ネッド・フランダースの方がいい生活をしていて、で、ホーマーに親切にすればするほど、だって来たらもうサンドイッチ出してくれて、冷えたビールついでくれて、で、なんかいろいろ親切に言ってくれたりするって。で、子供はですね、お父さんお父さんって懐いてるのを見せられると。そうするとその度に、なんかホーマーは自分が平均以下だ、お隣さん以下だというふうに言われているような気がして。で、夜の街に散歩に行ってくるって言って、夜の街を散歩するときに、ネッド・フランダースの家の前を通ると、なんか家の中から笑い声が聞こえてきて、なんかそれでもムカムカしてしまうんですね。で、こういうふうにですね、言っちゃえば、なんか、お隣さんすげえよな、いやもう俺叶わないわって言ってしまえば、心の中がスッと軽くなるのに、そういうことを羨ましいと思ったことを認めたくないというあまり、ホーマー・シンプソンの中で心の中でねじれがこう発生してしまうんですね。でですね、じゃあ、そういうねじれが発生したらどんなことになるのかということでですね、もうこういうことのですね、心理学実験は1950年代、60年代にですね、ヨーロッパとかアメリカでやり尽くしてるんですよ。もういろんなデータが出てきて、俺今回びっくりしたんですけれどもですね、オランダの心理実験です。オランダの心理実験ですね。被験者はですね、まずテストを受けさせられます。実はこのテストは嘘なんですよ。で、知能テストみたいなもののテストを受けさせられるんですけれども、結果をですね、出されると。で、2つのグループに分けるんですね。1つのグループの方はもう完全に嘘の結果なんですよ。ランダムにですね、2つのグループに分けて、1つのグループのにはですね、テストの結果、あなたは頭が悪い、知力が劣っていることが分かりましたっていう通知が来るんですよ。もう一つのグループはですね、あなたは別に大丈夫です、普通ですというような結果が来ると。で、これ実はここがテストじゃないんですよ。その直後に次は新聞記事を読んで、その感想を書かされるんですよ。その新聞記事が何かっていうと、なんか大学生の若者がはしゃいで、大学でやってるパーティーにいい格好しようとして、高級の外車を借りて、調子こいてガーッと乗ってって、で、駐車場に止めようとしたら、そのまま滑って運河に車を落としてしまったっていう、運河に車を落とすというところがオランダだなって思うんですけれどもですね、運河に車を落としてしまって、パーティーはめちゃめちゃになって大恥をかいたっていうような記事を読まされるんですね。で、さあどう思ったかというのなんですけども、さて、さっき2つのグループに分けた、あなたは知的に劣ってると言われたグループに限って、全員がざまあみろと思ったって回答を書いたんですね。つまり、で、これね、ランダムなんですよ。つまり、2つのグループは全くその差は関係なくてですね、ある一方はこの記事を読まれた時に気の毒に思った、何とも思わないというふうにやってるんですけども、ところがその直前のテストであなたは頭が悪いと言われた人たちは、ほとんど例外なくみんないい君だっていうふうに思ったっていうんですね。つまりこのいい君だと思うシャーデンフロイドという心の中の現象っていうのはなんで起こるのかというと、その人の個性とかですね、なんだろうな、元々の性格と関係なく、その直前に自尊心が傷つけられるようなことがあったかなかったかで、心の中に発生してしまう現象だっていうのが、
このオランダの実験で実証されてるわけですよね。僕らはついついこのシャーデンフロイデンみたいなことやったら、いや、俺人のことを羨ましいと思わないからとか、いや、なんかそういうやつは心がねじれてるからとか、いや、俺もうそんなことばっかり考えてると思うんですけど、そうじゃなくて、このオランダの実験が指し示してるんですね。その直前に自分が傷つけられたかどうかにかなり関わってくるというのが分かってくるんですよね。まあよくこんな実験思いついてやったなって思うんですけれどもですね。すごいね、切ない。でも僕嬉しそうに話してるんですけども、これなんでこんな話を、こんな切ない話をこんな嬉しそうに話してるのかっていうのは後半の方で話しますが、もうちょっと待ってください。で、ここまでまとめます。はい。シャーデンフロイデンの仕組みですね。人間は自分を高く評価してしまう。これがレイク・オレゴン効果です。しかし現実に自分より上に見える人がいると。これをネッド・フランダース効果とでも呼びましょうか。で、しかし羨ましいという感情は悔しい。4番、羨ましいと感じさせた相手を憎む、妬む。これが、ホーマー・シンプソン効果と言ってもいいですね。で、5番、こっからですね、自分が妬んでると認めるのは、羨ましいと思うよりもっと辛い。結果、6番、上のプロセスすべてを心の奥に封じ込めたがる。だから僕らはこれ日常生きれるんですよ。7番、たまたま相手に不幸が起きた時に突発的に喜んでしまうですね。8番、普段から妬みを意識しない人ほどこの喜びに溺れるですね。この喜びっていうのを正義感みたいなものに転換して喜ぶ人もいます。喜ぶというか、正義感みたいなものに転換して、俺は別にあいつが羨ましいわけじゃないと。そうじゃなくて、なんか間違ってることが許せねえだけだっていうようなタイプの人もいますけども、こういうふうな8つの段階でできていると思います。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。